アンモニアと聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか？医科室の強烈な刺激臭でしょうか？それとも公衆トイレの匂いですか？少なくともこれから燃やすぞとワクワクするような燃料には思えませんよね。それもそのはず。実はアンモニアには難燃性といって、火を近づけてもすぐに消えてしまう、まるで火消しガスのような厄介な性質があるんです。ガソリンのように一気に燃え広がるどころか、そもそも火がつかない。これをエンジンの燃料にしようなんて、普通に考えれば狂気の里です。しかし2025年、日本の JFE エンジニアリングがその常識をひっくり返しました。この燃えない燃料を動力源とする巨大なエンジンを完成させ、国内で初めて販売を開始したのです。一体なぜ彼らは燃えない燃料を燃やすことができたのか。そして世界がこの臭いエンジンに熱い視線を送っている理由を深掘りします。JFE エンジニアリングは一体どのような魔法を使ってこの燃えない燃料をねじ伏せたのでしょうか。彼らが選んだのはアンモニアだけで無理やり燃やすのではなく、燃えやすい燃料の力を借りるという極めて現実的で賢い方法でした。これを混焼と呼び、エネルギーの 50% をアンモニアで、残りの 50% を従来の重油で賄うというハイブリッドなやり方です。イメージしやすいように、キャンプの焚き火で例えてみましょう。アンモニアは川底から拾ってきた粒濡れの薪だと思ってください。これにライターで火をつけても絶対に燃えませんよね。そこで JFE は乾燥したよく燃える薪で焚き火を作り、その炎の中心、最も温度が高い部分にタイミングを見計らって粒濡れの薪を放り込んだのです。すると周囲の圧倒的な熱エネルギーによって爆発的な力を生み出します。実際のエンジンの動きは皆さんの車にも使われている4ストロークエンジンと基本原理は同じです。まずピストンが下がるときに空気と一緒にアンモニアガスを吸い込み、あらかじめ燃えやすい混紡機を作っておきます。次にそれをギュッと圧縮して高温状態を作ります。そしてピストンが頂点に達する直前、着火剤としての重油をほんの少しだけ噴射。重油の炎が呼び水となり、シリンダー内に充満したアンモニアが一気に反応し、爆発的な力を生み出すわけです。この着火剤と主燃料の連携プレーこそが JFE が確立したアンモニア混焼エンジンの正体です。なんだ、半分は重油を使うのか。それじゃ脱炭素にならないじゃないか。そう思われた鋭い方もいるでしょう。しかし彼らの真の狙いは技術そのものよりもレトロフィットという販売戦略にあります。想像してみてください。あなたは発電所のオーナーです。脱炭素の流れは止められない。でもアンモニアはまだ値段が高いし、安定して手に入るかもわからない。いきなり何十億円もするアンモニア専用の発電機を買うのはリスクが高すぎて無理だ。そう悩みますよね。そこで営業マンはこう囁くのです。社長、大丈夫です。このエンジンは今は重油 100% で動かせます。そして将来アンモニアが安く手に入るようになったら、簡単な部品交換だけでアンモニア混焼エンジンに改造できるんです。これすごくないですか？顧客からすれば導入リスクは実質ゼロです。とりあえず買っておけば将来の規制強化にも対応できる、いわゆるアンモニアレディという状態を売っているわけです。技術的な理想である 100% 燃焼を追うのではなく、顧客の財布事情という現実に寄り添ったこの設計思想こそが他社に先駆けて商用化できた理由の一つかもしれませんね。混ぜて燃やせばいいという理屈は単純に聞こえますが、実際にやってみるとアンモニアは牙を剥きます。ただ混ぜるだけでは地球環境を破壊しかねない最悪の毒ガスを撒き散らすことになるのです。JFE の技術者たちが直面した科学の壁、ここからの本当の戦いでした。
混ぜて燃やすだけなら、なぜ今まで誰もやらなかったのか？実は、ここにアンモニアという物質が持つ意地悪な三重苦が隠されています。ただ混ぜるだけでは、エンジンは動きもしないか、あるいは環境汚染マシンに変わってしまうのです。第一の壁は、先ほどもお話しした燃えにくさです。そして第二の壁が、燃焼速度の遅さ。エンジンのピストンは、1秒間に何十回も往復する猛スピードで動いています。一方で、アンモニアはのんびり屋さんです。火がついてから燃え尽きるまでに時間がかかりすぎるのです。このスピードの差によって、まだ燃えている途中なのに、ピストンが開いてしまい、燃え残ったアンモニアがそのまま煙突から外へ出てしまうことがあります。これをアンモニアスリップと呼びます。アンモニアは人体に有害な劇物であるため、もし港でこんなガスを撒き散らせば大事故になるでしょう。しかし、技術者たちを最も震え上がらせたのは、第3の壁、亜酸化窒素の発生です。アンモニアに含まれる窒素は、うまく燃やせば無害な窒素ガスに戻ります。ところが、燃やし方を少しでも間違えると、酸素と結びついて N2O という物質に変わってしまうのです。この N2O、別名悪魔のガスとも呼ばれ、CO2 の約300倍もの温室効果を持っています。地球温暖化を止めるぞ、と意気込んでアンモニア燃料を導入したのに、そのエンジンから CO2 の300倍も強力な温暖化ガスが出てしまう。これでは何のためにやっているのかわかりません。本末転倒もいいところです。つまり技術者たちは燃え残しを出さず、かつ N2O も出さないという針の穴を通すようなギリギリの燃焼条件を見つけ出さなければならなかったのです。この難題に対し JFE エンジニアリングは物理的な改造ではなく頭脳で挑みました。それが高度流体解析というシミュレーション技術です。エンジンの内部は超高温、高圧で中を目で見ることはできません。そこで彼らはスーパーコンピューターの中でエンジンを再現し、空気の流れや燃料の混ざり方を何万通りも計算しました。試行錯誤の末、アンモニアが完全に燃え尽き、かつ N2O が発生しない奇跡のタイミングを見つけ出すことに成功したのです。すごい技術なのは分かった。でも、他にもアンモニアを燃やす技術はあるんじゃないの？まさにその通りです。実は、日本の IHI がガスタービンでのアンモニア 100% 清焼に成功しています。しかし、それぞれの役割が異なるため、優劣を決めることはできません。例えると、ガスタービンは飛行機です。一度飛び立ったら、一定の速度で飛び続けるのが得意。そのため、巨大な発電所で24時間電気を作り続けるような仕事に向いています。一方、レシプロエンジンは自動車と言えるでしょう。アクセルを踏めばすぐに加速し、離せば減速する。こまめな調整が得意なんです。実はこのこまめな調整力こそが、これからの脱炭素社会で最強の武器になります。これには、脱炭素が進むことで主役となる太陽光や風力発電は、お天気任せであることが関連しています。雲がかかって太陽光の発電量が落ちた瞬間、誰かがすぐに電気を補わなければ停電してしまいます。飛行機である IHI のガスタービンは急には止まれませんし、急加速も苦手です。そこで自動車、JFE のレシプロエンジンの出番です。今足りない分だけを発電するため、瞬時に出力を上げて穴埋めをする。この再生可能エネルギーの相棒というポジションこそが JFE が狙う最大の市場と言えるでしょう。これは予想ですが、あえて混焼率 50% で商品を発売したことにも意図があると考えます。今のアンモニアはまだ価格が高いため、コストが高すぎて導入できる企業は限られるでしょう。50% は重油で安く済ませ、50% で脱炭素に貢献する。このバランスこそが
商売として成立するギリギリの最適解なのだと思います。技術がどれだけ素晴らしくても、買い手がいなければただの鉄の塊。このエンジンは具体的にどこで売れて誰が儲かるのでしょうか。 JFE の販売戦略は2つ考えられます。1つ目の戦場は離島です。沖縄などの島々では電気を作るために本土から船で重油を運んでいます。輸送コストがかさむため、電気代は本土よりも割高になりがちです。もし島にアンモニアの貯蔵タンクができれば、高い重油を燃やし続けるよりもコストメリットを生み出す可能性があります。さらに、島国である日本にとって離島はエネルギー自給の最前線です。台風に弱い太陽光発電をバックアップし、島全体の脱炭素化を一気に進めるマイクログリッドの核として、このエンジンの需要は確実に存在します。実際、JFE はすでに沖縄電力などと協力し、実証実験を重ねてきました。そして2つ目の戦場である外交戦。こちらの方は市場規模は桁違いに巨大です。世界中の海を行き交うコンテナ船やタンカー。これらは今、国際的なルールで CO2 排出量を削減するように求められています。海運会社は対応せざるを得ません。しかし、電気で航海できる船はバッテリーが重すぎて太平洋を渡れません。水素は体積がかさばりすぎて積み荷スペースが減ってしまいます。そこで消去法で残る最強の選択肢が液体で運びやすくエネルギー密度の高いアンモニアなのです。さらに JFE のエンジンのベースとなっているのはフランスのレバーレース社の設計です。この名前を聞いてピンときた方は相当なエンジンマニアですね。要するに世界中の海で実績のある壊れにくいエンジンの系譜だということです。海のど真ん中でエンジンが止まれば、それは遭難を意味します。最新技術ですと言ってポットでの新品を持ってくるよりも、昔からあるあの頑丈なエンジンのアンモニア版ですと言われた方が安心して購入できるでしょう。この信頼の系譜を引き継いでいる点が強力な競争優位性となる可能性があります。このエンジンが普及するということは、アンモニアを海外から大量に調達し、運んでくるプレイヤーも同時に潤うことを意味します。世界最大のアンモニア取扱量を目指すジェラや、それを運ぶ日本郵船、商船三井といった海運大手。そして、アンモニアを製造するプラント建設に強い日機や東洋エンジニアリング。JFE のエンジン販売開始は、これらアンモニア関連銘柄全体がいよいよ実時期に入ったことを告げる号砲となるかもしれません。最後にここまでの内容を3つのポイントで整理しましょう。1つ目は JFE エンジニアリングが燃えにくいアンモニアを重油という着火剤と高度な技術で制御し、国内初の商用化に成功したこと。2つ目はレトロフィットという賢い戦略で顧客が導入しやすい現実的な選択肢を提示したこと。そして3つ目は再生可能エネルギーの弱点を補う調整役としてガスタービンとは異なる独自の市場ポジションを確立したことです。アンモニア発電はまだ始まったばかりです。たった 50% かと見るか、現実的な第一歩だと見るか。皆さんはこの技術が日本のエネルギーを救う切り札になると思いますか？それともまだ課題が多いと感じますか？ぜひコメント欄で率直なご意見を聞かせてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。